か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。さて、猛暑続きでございますが、皆様お元気にお過ごしでしょうか。大阪の天気予報を見ていると、連日最高気温が36度、37度とですね、とんでもないことになっておりますね。なんか昔もこれくらい暑い日自体はあったものの、そんなに長く続かなかったと思うんですよね。続いても数日だったと思うんですけれども、何週間もこの暑さが続くのはしんどいですよね。皆様ご自愛ください。今回もリスナーさんからメッセージをいただいておりますので、冒頭で紹介します。ラジオネームかもしんさんからいただきました。こんにちは。イームンセさんの企画をやっていただけるということで嬉しいです。以前歌っていただいた口笛もいいですよね。今回はガロスグヌルアレソミョンをリクエストさせてください。イントロからの展開にびっくり、サビの壮大さ、哀愁感満載で一度聴いたら忘れられない、何度も聴きたくなる曲です。ぜひお願いします。ということでメッセージありがとうございます。ガロスグヌラレソミョンは街路樹の影の下に立つという意味の曲名ですね。オリジナルは1988年の発表なんですね。この曲は歌詞がとても美しくて私も大好きな一曲です。個人的には以前賢い私生活の OST でカバーした YB ユンドヒョンバンドの秋の郵便局の前でという曲ともリンクするような世界観だと感じています。移り変わる美しい景色に愛の思い出を重ねて感傷に浸るような内容ですね。確かにイントロからの展開が特徴的な曲ですよね。最初は遊園地で流れてるような可愛いイントロから始まって、突然ね、壮大なバラード曲に展開していきます。なかなか音楽的にも面白い構成になっています。せっかくなので原曲風にイントロから真似てカバーしたいと思います。リクエストありがとうございました。さて、今月は韓国のロックバラード曲をテーマにお届けしておりますが、韓国でのロックバラードの全盛期は1980年代の後半から1990年代とされています。私はリアルタイムでは知らなかった時代なので遡って聞いたんですけれども、90年代の韓国のロックバラードは本当にかっこいい曲が多いです。で、近年ドラマの OST になっていたりですとか、カバーやリメイクされてる曲も多いので、いつか90年代ロックバラードの特集もやりたいと思ってるんですね。ちょっとね、マニアックな内容になるかもしれないですけどね。今月は私が比較的リアルタイムに聴いていた曲たちを紹介するので、2000年代の曲が中心になってくるんですが、この頃がロックバラードが流行の中心だった時代の最後の時期と言われています。2000年代の後半くらいからはビッグバンとか少女時代の大ヒットで、いわゆる今のダンスミュージック中心の K-POP の時代がもう訪れるんですね。で、この頃にも FT アイランドですとか CN ブルーといったバンドスタイルで活躍する方々はいらっしゃったんですが、やっぱりアイドルの勢いがすごすぎて、歌謡界の中でアイドルの楽曲が占める割合がどんどん大きくなっていったんですね。もともとこのロックバラードを紹介する企画をやろうと思ったきっかけが、私の敬愛するバラードの皇帝ソン・シギョンさんがですね、昔の韓国の歌謡界はもっと多様性があった、音楽番組でもロックバンドやバラード歌手もいたのに、今はほとんどアイドル中心になってしまってるというようなことをおっしゃっていまして、確かになと思ったんですよね。やはり商業的な面を考えると、伸びしろのある分野に投資をするのは当然なので、今のね、世界的な K-POP の人気を鑑みれば、アイドルが伸びていくのは当然の流れだとは思います。でも音楽的に素晴らしい楽曲はアイドルの楽曲以外にもたくさんありますので、そこは私が紹介しようかなと思ってですね。
で、私は今趣味に盛大な時間と労力をかけて生きているような状態なので、あまりね商業的な面は考えずに自分の好きな音楽をね紹介したいという思いだけで自由にやれるっていうところがあるので、今回はそういったテーマにしたという経緯でしたね。そして今回はボジュというバンドのモノローグという曲をカバーして紹介します。まずバンド名の発音なんですが、 BUZZ は日本語だとバズと読むんですけれども、韓国語だとボジュと発音するので、今回はねボジュというふうに言うんですけれども、実は私自身は長いことバンド名はバズだと思っていました。でボジュは2000年に結成された5人組のバンドで、インディーズで活動した後に2003年に第1週アルバムモーニング・オブ・ボジュを発表してメジャーデビューします。でこの時代のロックバラードといえばボジュというぐらい韓国で一世を風靡したバンドなんですね。でメッセージをくださったジウンさんも90年代生まれにとってはエモさを感じるバンドだとおっしゃっておりましたが、当時10代20代だった方には特別な思い入れがある方も多いバンドだと聞きます。皆さん長身でかっこよくてイケメンバンドの走りという印象でしたね。でもちろん同時期にデビューした MC ザ・マックスのイスさんも相当かっこよかったんですけど、個人的にはイスさんは猫系イケメンで、ボジュのボーカルのミン・ギョンフンさんは犬系のイケメンだと思っていましたそんなねイケメンボーカルのバンドっていうのがとても流行してた時代でしたね。ボジュは2003年のデビュー当時から人気があったんですけれども、特に全盛期だったのが2005年と2006年の2年間で、2005年に発表した第2週アルバムボジュエフェクトの収録曲のうち3曲が音楽チャートで1位をそれぞれ獲得するという伝説的な記録を持っています。で中でもコプチェンギ臆病者というタイトルの曲は通算17回も1位を獲得してですね、この曲が、韓国の2000年代で一番最多の1位を獲得した曲と言われています。で概要欄にこの曲を歌っている動画のリンクを貼っておきますので、ぜひ聴いてみてください。ちょうど2005年頃は CD から配信へと音楽の販売媒体の変化が始まった頃だったんですね。でボジュはこの2005年にサランンカスミシキンダ、愛は胸がさせるっていう意味なんですけど、この曲のデジタルシングルを発表するんですが、この曲がなんと11週連続で1位を獲得して、始まったばかりのね音源配信サービス各種すべてで1位を獲得したということで、CD でも配信でも当時圧倒的な人気を誇っていたんですね。で続く2006年には第3週アルバムボズパーフェクトを発表して、こちらも大ヒットを記録するんですが、翌年の2007年にメンバーの方々が軍隊に入隊しなきゃいけないっていうことになって、暫定的に解散状態になるんですよね。ボジュは韓国歌謡におけるロックバラードの最後の旋風だったと言われています。この2007年の暫定的解散を機にロックバラードというジャンルそのものの勢いが失われてしまって、アイドルのダンスミュージックが主流になっていく契機だったとも言われていますね。で今回私がカバーする曲モノローグは2003年のボジュの第1週アルバムに収録されている曲なんですけれど、バラード歌手のテイさんが2022年に去年ですね、この曲をリメイクしたことがきっかけで再度この曲がね今注目されているんですね。テイさんがアヌンヒョンニムといって知っているお兄さんというバラエティ番組の中でこの曲を歌ったところ、その歌唱がねあまりに素晴らしかったので音源化を熱望する声が上がってリメイク版が発表されました。でこちらのミュージックビデオについてはテイさんの同じ枕という曲をカバーした時に話題にしていて、そちらの概要欄にリンクを貼ってますのでぜひご覧になってみてください。では続いて歌詞の内容の紹介に入っていきますね。モノローグというのは日本語だと独白という意味にあたるんですけれども、英
演劇で登場人物が相手なしにですね、一人で朗々というようなセリフ、このこともモノローグと言いますよね。なのでまさにタイトル通りというかですね、うまく恋人を愛せなかったことへの懺悔の気持ちが歌われている内容です。今日はサビの部分の歌詞を紹介しますね。다신 나 같은 사람 만나지 마요。二度と僕みたいな人と出会わないでください。혹시 찾아가도 두 번 다시 나를 허락해주지 마요。もし訪ねて行っても二度と僕を許さないでください。그댄 여리고 너무 착해서。君はか弱くて優しすぎるから싫단 말도 잘 못하는데。嫌だという言葉も言えないのに。많이 부족한 나를 사랑한 그대。足りないばかりの僕を愛した君。이거면 됐어요。これでいいのです。더 이상은これ以上は그대 불행하지 않도록。君が不幸にならないように。나 이쯤에서 없어지는 게。僕はこの辺でいなくなるのが그댈 위한 나의 사랑인걸요。君のための僕の愛ですからという歌詞です。では曲を聴いてみてください。ボジュのモノローグをカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノとアコースティックギターとカホンの音で作っています。元のボジュの音源はバンドサウンドなんですが、テイさんのリメイクバージョンは最初にアコースティックギターの音から始まるので、ちょっとどちらのテイストもね混ぜて入れる感じで作ってみましたね。でちょうど今夏で夏フェスの時期なので、キャンプ場みたいなところで簡単な楽器でミュージシャンがセッションしてるようなイメージで作りました。この曲はテンポが速くて発音が難しい上に非常に体力が必要な曲でして、通して歌えるようになるためにかなりトレーニングを積みました。不妊治療が終わってから体力を戻すためにね、運動してフィジカルを鍛え直してですね、なんとか今回間に合って最後まで体力切らさずに歌うことができたんですけれども、やっぱりねテンポが速い曲なのでちょっとね発音が日本人っぽくなってしまってるところがあってちょっと悔しいですね。今の実力だとこれが限界ですけれども、またもっとね上手になりたいなという課題も残る一曲でございました。ぜひ原曲もテイさんのカバーのバージョンも皆さん聴いてみてください。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。 OK、14分ぐらいですね。